こんにちは、スマイフののぶです。突然ですが、これ何だと思います？すっごくプレイステーションポータブルリモートプレイヤーに似てないですか？実はこれ、iPad mini に挟み込みのコントローラーをつけた状態になります。このコントローラーがあれば、プレイステーションポータブルと同じ操作感で、プレイステーション5をリモートプレイしたり、Apple が提供しているゲームをプレイしたりと、プレイステーションのコントローラーに慣れ親しんだ人なら、おすすめなコントローラーです。また最近 Apple がレトロゲームをプレイできるエミュレーターアプリを配布を認めたことで、こういったゲームコントローラーがあればプレイしやすいと思います。このコントローラーの Amazon 商品ページの URL は概要欄に記載しているので、気になる方は概要欄から商品ページに飛んでいってください。ということで、今日のテーマは、PlayStation Portable 激似のゲームコントローラーでゲームをしようです。Apple から出ているゲームアプリや PlayStation 5をリモートプレイしたり、そして最近エミュレーターアプリのデルタが配布されたので、デルタでコントローラーがつながるかを確認していきますね。ではまず内容物はこちら。取扱説明書。アタッチメント式の滑り止めラバー。充電ケーブルです。取扱説明書は日本語明記もあるので、ちゃんと読めば接続方法や各種機能がわかりますし、問い合わせ専門の LINE やメールがあるので、わからない場合はメッセージを送れば返信してくれますよ。またアタッチメント式の滑り止めラバーですが、これをこんな感じにコントローラー本体につけることで、タブレットのガタつきや滑りを軽減します。でも個人的には滑り止めがなくても十分安定しているので普段はつけていません。それでディティールですがなかなか良い感じですよ。全体的にマット仕上げで触り心地が良く、ボタンの押し具合も PS5 のコントローラーに近く感じます。ただ、この4つの丸ボタンと L1、R2 のボタンを押し込み時に音がとてもカチカチするのでうるさく感じました。で、次にコントローラーの仕様はこんな感じです。Bluetooth 接続、有線接続が可能で、バッテリー容量は 400mAh、連続使用時間は約20時間になります。また対応機種は iPhone、iPad、Android、PlayStation 3と4、Nintendo Switch と PC になります。大体のゲームに接続できるのは嬉しいですよね。ただこちらのコントローラーは今のところ技的が見当たらないので、日本で使う場合は主に有線接続になります。今回は検証のため総務省の実験届を出して Bluetooth 接続の検証を行っています。それではコントローラーとこちら iPad mini と接続していきましょう。接続方法は2種類あって、ワイヤレス接続と有線接続があります。ではまず1つ目、ワイヤレス接続の方から紹介していきます。Apple 製品と接続するときは B ボタンとホームボタンを長押しです。コントローラーの LED が紫色に点滅したら iPad 側の Bluetooth 設定を確認してください。DualShock 4ワイヤレスコントローラーの表記が出ていると思います。そしたら DualShock 4ワイヤレスコントローラーを選択したら設定は完了です。あとはコントローラーに対応しているゲームアプリをプレイするだけです。今回は iPad mini で接続しましたが、このように機種によって異なるので、それぞれの機種の方法で接続してくださいね。概要欄に貼っている URL 先の商品ページにも記載しているので、購入前でも確認できます。では次に2つ目の有線接続の方法を紹介していきます。有線接続はめちゃくちゃ簡単で、まず両先端が Type-C のケーブルを用意して iPad に接続します。今度はコントローラーのセレクトボタンを押しながら Type-C ケーブルを差し込むと LED ランプが青く点灯して有線接続されます。この有線接続プレイはこんな感じにコネクターが一つ L 字タイプのケーブルじゃないと挟み込んでプレイするにはちょっと辛いと思うので L 字コネクターを用意してくださいね。
それでははじめにこちらの PS リモートプレイを使って PS5 をリモートプレイしていきます。コントローラーの形がほぼ同じなので、PlayStation Portable と近い体験ができると思います。またスマホやタブレットを持っていれば、コントローラーを買うだけで良いので、コストパフォーマンスがかなり高いと思います。見てくださいよ。ほぼ見た目同じですよ。iPad mini の方が画面が大きいので、PlayStation Portable よりプレイしやすいです。このリモートプレイの設定方法やプレイした感想などは別の動画でアップしているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、今プレイしているのがバイオハザード RE3 です。問題なく遊べますね。携帯しながら PlayStation 5で遊べるとかロマンしかないですよね。本家の PlayStation Portable では専用の Bluetooth イヤホンやヘッドセットしか使えないのですが、iPad でリモートプレイすると大体の Bluetooth イヤホンやヘッドセットが使えるようになります。AirPods Max をつけながら PlayStation 5をリモートプレイするのが最高に贅沢を感じます。デメリットとしては、こちらの表のように少しサイズが大きくなって重量が増えるので、長時間プレイした時、少し手首の疲労感を感じる時があります。そのデメリットを踏まえても、この PlayStation Portable と同じ体験ができるこのコントローラーはとてもいいと思いますよ。それでは PlayStation 5はこの辺にして次のゲームにしましょう。次はこのゲームですね。原神です。原神もコントローラーが対応しているので確認していきます。まず原神でコントローラーを使うにはメニュー画面を開いて設定を開きます。あとはデバイス箇所をコントローラーに変更したら設定は完了です。原神もこのように問題なくプレイできますね。いや、原神をインストールしてびっくりしました。約 23GB もかかるんですね。24GB モデルのこの iPad ではめちゃくちゃ容量を持っていかれるので少し辛いです。普段原神をプレイしないのですが、実際プレイしたらなんかゼルダみたいで面白いですね。いや、ちょっとハマりそうで怖いから次のゲームに移ります。次は最近新しくリリースされたエミュレーターアプリのデルタを触っていきます。このゲームアプリは DS やゲームボーイアドバンス、ゲームボーイ、スーパーファミコン、ファミコンなどのロムデータがあれば、このアプリ上でゲームプレイすることができるアプリです。ただですね、著作権の問題で今回はプレイすることができないんですよ。ロムデータや BIOS はちゃんと自分が所有しているものでデータを吸い出して、その吸い出したものをちゃんと所有していなければ違法になるので、今回はプレイができない流れになります。ただデルタとコントローラーがつながるのは確認できるので、そこだけ確認していきます。まずデルタを開いて、左上のここの設定を開くとコントローラーがあります。そして事前に iPad 側でコントローラーの Bluetooth 設定をしていると、コントローラーの電源を入れるだけでタッチスクリーンから DualShock 4ワイヤレスコントローラーに変わり、自動でコントローラーの接続がオンになります。では逆にホームボタンを長押しして電源を切るとコントローラーの LED が消えて、数秒経つと DualShock 4ワイヤレスコントローラーからタッチスクリーンに変わり、接続がオフになります。こんな感じに接続が簡単なところが個人的には気軽にゲームができるのでとても嬉しい箇所ですかね。今後 PlayStation や Sega Saturn、Nintendo GameCube が動かせるエミュレーター、プロビナンスがリリースされる噂があるので、こういったゲームコントローラーがあれば楽しくゲームができると思います。ただ著作権だけは気をつけてエミュレーターを使ってくださいね。以上が PlayStation Portable 激似のゲームコントローラーでゲームをしようでした。デザインが PlayStation Portable に似ているので、長年 PlayStation でゲームをしてきた私にはすごくプレイしやすかったコントローラーです。スティックの位置が Nintendo Switch のように上下にあるタイプは少し苦手なんですよね。このデザインがすごく助かります。今後は有線接続でコントローラーをつなげて気軽にゲームライフを送ろうと思います。このチャンネルは iPad のお得な情報をお知らせするチャンネルです。チャンネル登録とベルマーク設定をしていただけるといち早くお知らせすることができるので、 iPad のお持ちの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。